にちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、今日はですね、とんでもないものを買ってきました。なんか最近ずっとこれ言ってる気がしますけど、今日本当にとんでもないです。それがこちら。これでございますよ。じゃん。こちらが生ウニ取扱中ウニ買いました。しかもすごいウニです。これ大きさがまずすごいですよね。過去一じゃないですか、この大きさに入ったウニ。お値段がですね10万円。初めて買いました。そのレベルのウニを。すごい、もう厳重ですもんね。壊れ物、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 この面を上に、この面を上に。僕もね、画像では見たんですけど、初めて見ます。10万円のウニ、こちら。まずこれ、こういうものが入ってます。丸福、ヒラメ、そしてしっかりと新聞紙で巻かれております。保冷剤もしっかり入ってます。まだカチカチです。すげえ。こちらでございます。じゃん。七福神の恵比寿さんが船の船首に乗ってますね。ほんでこれなんすかね、町中華のレジの横に置いてありそうなやつ。的確ですね。今のこんなん置いてありますよね、よく。それがまあ後ろにあって、ほんで船の上にじゃん。うおー、すげえ。これビニール取っちゃおう。ビニール取れるかな。あ、しっかりビニールがついてる。あら、ちょっと見なかったことにしましょう。あ、ここ外れるんですね。ここが外れます。多分こうなってますね。ほんと船盛りですね。はい、ここに戻すと、これをこうはめるのかな。はい、これが10万円のウニですね。グラム数がですね 775g 入ってます。頬をここに立てるとこんな感じで、もうより船感が増すと。これ一体なんでこんな高いんだいと。今日10万円で買いましたけど、高い時だと20万円以上するみたいです。なんで僕この値段で買えたかというと、ゴールデンウィークが終わってちょっとして買ったからです。ゴールデンウィークって魚の需要がすごい上がるんですよね。まあ、魚だけじゃないと思うんですけど、皆さん休みなんで高いお料理屋さんとかもいっぱいいい食材扱うんでガーッと値段上がるんですよ。でもゴールデンウィーク終わると逆に高いお魚が一気に安くなるんですよ。市場とか行くとびっくりしますよ。ゴールデンウィーク終わった後、もう普段この赤ムツ2万円ぐらいしてるよねっていうものが1万円で買えたりだとか、本当に安く買えるんですよ。だからそういう感じで僕は今日これ10万円で買いました。1年で一番安い時じゃないかなと思って買いましたね。でこれ産地がですねロシアです。ロシアのバフンウニ。別に特にこれといって超高級な赤ウニとかそういうわけではないんです。じゃあなんでこんなに底値でも10万円するのかっていうと、映えです。映え。世の中は映えを求めてるんですよ。東京のね港区の方とかでよく買われてるって言ってました。お寿司屋さんがこうやって今日こちらのウニを握っていきたいと思いますって映えるじゃないですか。海外の人とかにもやっぱ受けるんでしょうねっていうやつです。これを皆さんにどうしても見したかったので今日こちらを買ってきました。はい、僕はもうこれをね皆さんに見せて満足です。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。なんてことはいかないですよね。今日はなんかこちらのウニで作っていきますね。ウニなんでね、普通に食べてもうまいんですけど、ちょっと変わったことしたらですね、こんなたくさんあるんでいつもこんなんやらないよってやつやりたいですね。ちょっと一応冷蔵庫入れて魚買いに行ってきます。はい、ただいまというわけで、市場というか魚屋さんに買いに行ってきました。買ってきたものはこちら、ケンサキイカ。大きなケンサキイカ買ってきました。長崎県産で、サザエと本ミルも買ってきました。これ見てください、本ミル。立派な本ミル。先っちょにちょーんってこれ出てるの分かりますか。これミルっていう海藻ですね。でこの本ミル貝の正式名称がミルクイっていうんですよ。でそれなんでミルクイっていうかというと、このミルっていう海藻をまるでこの貝が食べてるように見えるっていうことからミルクイと呼ばれてるみたいなんですけど、このミルが水管についた本ミル貝、僕初めて見ました。市場で超テンション上がりましたね。これなんでつくかというと、こうちょっと水管だけこう硬いとこだけ砂の上から出してこう生活するんで、海藻がここに付着して育つんですよね。それだけ動かない貝です。じゃーん、時期ですね。純菜。この瓶詰めタイプのやつじゃなくて新物のフレッシュな、これロケットっていうんですかね、ロケットの純菜買ってきました。なので今日はウニとこちらの食材を使って涼しげなお料理を作っていきたいなと思います。
ちょっとおしゃれな料理作ります。そんな難しいことはしません。まずはイカをさばいていきます。まず僕はこの甲羅のところに1本入れます。反対からやってもいいんですけどね、これはお好みかなと。肉熱いな、この剣先イカ。今からね、このイカが美味しくなってきますから、ピロピロっと。はい、そしたら両端を少し切って、で反転させて、ここから皮を剥いていくと。これ両端切ることによって簡単に取れます。これ両端がついたままだとここで突っかかっちゃうんですよね。なんで軽くちょんちょんと落とすとすごくさばきやすい。内側の薄皮は僕はこうやってペーパーかなんかでクリ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 してあげると取れますんでね。これが一番簡単かな。アオリイカとかタルイカはもうピロピロっとめくっちゃっていいと思うんですけど、剣先ってね、なかなかうまくめくれないんですよね。僕が下手なだけかもしれないですけど、なんで僕はこうやってペーパーでこすっちゃう。そしたら次はサザエですね。サザエも、使うかな、一応剥いておきます。蓋を外して、でここに赤いくちばしがあるんで、このくちばしをニュッと外す。あとは塩もみして OK ですね。こうやって塩で揉んでいきます。でこれサザエ、僕今素手で普通にやってますけど、できれば手袋した方がいいです。めっちゃ匂いつくんですよ。サザエのこの匂いって洗剤で洗ってもなかなか取れないんですよね。僕みたいなそれが好きな人はいいんですけどね、いい匂いみたいなことたまにあるんですけど、結構生臭いんですよ。なんで手袋した方がいいですね。臭い。これなんかね、これめっちゃ分かりやすく言うと、毒ダミ生えてるじゃないですか。あれの匂いがします。これ分かってくれるかな。で本ミルいきましょうか。この激レア本ミル、ちょっとこれちゃんと写しとこう。ほら、これ後付けじゃないですからね。これね、本当に珍しいんですよ。じゃあいただきます。本ミルも、使うか使わないかは分かんないですけど、とりあえず剥いときます。ここに貝柱がありますんで、1、2と外して、こっちが開きました。そしたらこっち側も1、2ですね。はい。で皆さんがよくご存知のミル貝って、この白ミル貝っていう方だと思うんですけど、あれは波貝って言って、正式名称ミルクイですか、こいつは。本ミル貝とはまた別の種類。白ミルの方がお値打ちですね。本ミル貝の方がもう値段は倍ぐらい違いますね。味はね、本ミル貝の方が甘みがあって癖がない。これの他にね、黒ミル貝ってやつもいるんですよ。スシローさんでね、ネタでありますよね。独特な香りがあって美味しいですよね。スシローさんに行った際はぜひ召し上がってみてください。でこういうふうに玉と水管が分かれました。玉は内側から包丁を入れて、こう入れていきます。でここで止めて開いていくと。そしたらこの白いところは残す。でこの黒いところ、この黒いところですね、ここだけを外す。でこれでさっとボイルしてお刺身でもこちらはいただきます。スイカの方はこうやってスプーンで剥いていくと、ちょっとこうめくったらこういう向きですね。縦にじゃなくて横にこうスライドさせていくと、こうやって皮が剥がれていきます。これね、白ミル貝と違って湯引きとかしても綺麗に取れないんですよね。湯引きしてピロピロピロっとめくれるタイプの皮じゃないんですよ。いろいろ僕試しましたけど、ここスプーンが一番綺麗にいきますね。であんまり鋭利なスプーンでやると身が削れちゃうんで、割と丸っこい、そんなに尖ってないスプーンがいいと思います。爪でやってもいいんですけど、衛生的にもあんま良くないし、爪だと何しろ爪でやると爪の間にこの黒いカスがいっぱい詰まるんですよ。真っ黒になるんですよ。一回本ミル貝爪で剥いてね、買い物行ってちょっとすごい恥ずかしい思いしたことありますんで、こうやってやるとね、綺麗にめくれるんですよ。この綺麗にめくれた時が気持ちいいんですわ。俺今本ミル貝の皮綺麗に剥いてるわってなります。でこれ4つ筋があって、1、2、3、4と各面に筋があるんですけど、この筋でグッとくっついてるんで、ここをいかに綺麗に剥がすかで決まってきますね。絶対ここで一回突っかかるんですよ。はい、このような状態になりました。でこの先端、この先っちょだけ残るんですよ。ここだけやたら硬いです。でここは貝殻のようにパカッとめくれるんですよ。結構まとまって取れます。硬いんでね。はい、取れました。で残ったところはこうやって綺麗に剥がしていくと、はい、このようにできました。はい、これで仕込みの完成。で今日僕何作りたいかというと、ヤリイカをイカそうめんにして、でそこにちょっとね、この貝類もパラパラっとまぶして、ほんで純菜とウニとでちょっと酸味の効いた自家製めんつゆでウニのせイカそうめんみたいな、
そういうのを作っていきたいなと思います。でウニたくさんあるんで海苔で巻いてもう夢のウニドッグやって食べていきたいなと思います。めんつゆは1日寝かすんで明日です食べれるの。ポン酢でもいいんですけど今日はめんつゆでお出汁効かして食べたいなと。はい、そしたら上質なお出汁を引いていきます。まずは昆布ですね。昆布だしを引いておきます。でここに今日室味節かな、味節を入れたいな。あごトビウオもいただきましょうか。1本。そしたらトビウオのお腹取って昆布は沸騰直前で取り出します。であご、そして室味節ですね。今日のお味の決め手です。しいたけも入れよう。よいしょ。でこれで弱火で5分ほど煮立てます。はい、そしたらこちらをこしていきます。そしたらみりんとお酒を調合していきます。みりんこのぐらいで、みりんと同じぐらいのお醤油ですね。今日は再仕込み醤油でいきます。でここに合わせます。これで塩味と甘みが入って美味しいはず。めちゃくちゃうまいですね。もうちょっとカツオ入れます。追いガツオですね。ああ、いい匂い。さあどうだ。うまい。ちょっとさっぱりと国産レモンを入れましょう。でレモン果汁を入れてちょっとさっぱりと。うわタイプ、これは合うわ。酸味が入った。あと香りが欲しい。ここに柚子の青柚子の皮を入れましょう。この白いところを削らないように、青いところだけを削るのがポイントですね。この白いところはこう苦みがありますんでね。めちゃくちゃうまいポン酢ができた。これでも市販のポン酢ほど酸味もなくて、このめんつゆ仕様の今日求めてたポン酢ができました。そしたらこれを1日しっかり冷やし込んで味を落ち着かせていきたいと思います。はい、では1日経過しました。こちらが特製のタレでございます。1日寝かすっていう作業がめっちゃ大事なんですよね。こう角が取れてよりまろやかになります。こういう感じのタレいただきます。うまっ。もうここの段階で香りがすごい。でこのお酢の入ってないこうレモン果汁だけの爽やかな酸味がいいですね。お醤油も少なめなんで全然飲めるぐらいの濃さですね。めっちゃ上手なんできた。さあそしたらまずは器に純菜を入れていきます。純菜のシーズンが5月からだいたい7月の頭ぐらいですね。そのぐらいに出回ります。これ何かというと池とかに生えてるんですよ。純菜ってハスみたいな感じの植物なんですけど、それの新芽ですね。それが純菜です。でも若い芽を一つ一つ手摘みで取るんですごく手間がかかるんですよ。なのですごくいいお値段で取引されてます。これもね高かったですよ。これ1袋で3000円ぐらいしました。ほらプルップルのこの若い芽にゼリーのようなものがまとってます。これがまたつるんとして美味しいんですよ。これっていう味はないんですよ。この食感とこの季節感を味わうっていうそういう食べ物です。香り自体も特にないです。本当に食感ですね。つるっと口に入ってきて噛むとこの中のこのわかめがシャキッとしてすごく面白いです。冷たい茶碗蒸しの上とかに乗せたりだとかしても美味しいですし、もう全然逆にあったかいお味噌汁とかお野菜のスープとかに入れても美味しいです。シンプルに3倍酢で食べても僕は好き。はい、そしたら純菜は本当に一瞬だけお湯に通します。ちょっとねこう独特な香りがあるんですよね。本当に若干
池の匂いとかじゃなくて、なんか純菜嗅いだことある匂い、なんか自然の匂いって感じじゃないですよね。タイヤみたいな匂いがしますね。僕の個人的な感想ですけど、ちょっと香るんですよ。それとあと一緒につけることで若干この色が出るんで、この中のハスの葉っぱが匂い消しと色出しをやるのに本当に1秒から3秒色出しします。いきますよ。1、2、3、OK。そしてシャッと、はい。で冷水で冷えたら切り上げてお椀に入れます。贅沢で、今日ここにねイカそうめんを合わすんですけど、竹をここにかましたいなと思って畑で竹取ってきました。これがね僕の畑いっぱい生えてますんで、ちょっと使おうかなと。まだ柔らかいんで切れます。うわー、若竹の綺麗な色、はあ、いい匂い。ここにこうかましたいので、ここで切って、でさらに半分に落とす。いい音で、ここに立てて、でイカそうめんをここにかけていきます。そしたら切っていきます。ちょっと端っこは硬いので落とします。こんだけ分厚いと半分に削いじゃってもいいですけどね。こう入れて、こういう感じで、こうちょっと柔らかいところをあえて取って、で表の硬いところだけ残して少し切れ込みを入れて、でこれ切っていくと、はい。そしたら包丁で崩れないようにすくい上げて、でこれを竹の上に乗せます。はい、こんな感じ。そしたらこれをここに乗せます。綺麗、めちゃくちゃいい。はい。そしたらここでこの中にいろんなものを入れてスープを作りたいんです、私は。なのでまずはここに貝入れます。サザエです。これをすりおろしちゃいます。そうなるよね、やっぱ。今料理してる人がここにいるんですけど、すりおろしちゃいますって言った瞬間やめました。これみじん切りでいきます。でアワビをすりおろす料理とかもあるんですよ。サザエを、角切りでいきましょう。ちょっとみじん切りのような形で。もう最近思ったんですよ、料理って冒険だなって。はい。まずサザエ入りました。美味しそう。これはいいですよ。そしたら次は本ミル貝、これも入れちゃいます。で先っぽちょっと落とした方がいいですね、本ミルは。本ミルのこの根元の甘いところ、ここ行きましょう。ここを細切りで、はい。これを入れます。貝と純菜は合うと思うんですよね。よし。そしたらここに特製のだしポン酢、これを流し入れます。ちょっと量がそんなことない。そしてここにちょっと縁っこにわさび、柿の葉でもみじで、ほじそがあると本当はいいんですけどないので、なしでいきます。そしていよいよ出ました。こちらです。じゃん、港区ウニ。ほら、もうこれサムネでもいいもんな。早い話、今日メインはあくまでもウニなので、ちょっとどいてもらって、ほらこれですよ。中までぎっしりなやつだ。もうウニはもうたっぷり入れます。はい。1万円分ぐらい入りました、これで。そう考えるとたっけえな、これ。そしたらあとはこし油、これちょっと添えます。これ YouTuber さんの HS さんから送っていただきました。野草系の YouTuber さんですね。僕の大好きな YouTuber さん、ありがとうございます。軽く湯通し、はい。色が出たとこでこし油添えて、はい。これでヤリイカの純菜そうめんの完成。はい。じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。でこちらいただきます。うまい。うまいんだけど、ちょっともう一回いいですか。ちょっともう一回。大きな過ちを犯した可能性があるんで、
一回ちょっともう一回食べます。いただきます。はい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 。味はものすごく美味しいですね。ウニ自体はもう本当に正直に言います。もっと美味しいウニはこの値段でたくさん食べれますね。ウニのクオリティ自体はまあそこまでめちゃくちゃいいウニっていう感じじゃないですね。中の下って感じですね。もうよくあるロシアのミョウバンバフンの味っていう感じですね。で今日僕がやらかしてしまった範囲はサザエを入れたこと。これね完全ミスりましたね。そもそも味もちょっとサザエの主張が強くなっちゃってるっていうのもあるし、ゴリゴリ食感なんですよ。口の中に入れたらゴリゴリするの。サザエばっかの食感に気を取られすぎてしまって、この肝心の純菜のこの清涼感があるプチプチとした食感を見失ってます。純菜が台無しです。サザエはいりませんでした。これミル貝はありですね。なのでサザエを避けていきましょう。サザエはサザエで別口でいった方が美味しいですね。なんでウニ、ミル貝、そして純菜、これですね。これがもう理想です。理想のワンスプーンで、ここにイカなんですよ。これが素晴らしい。ちょっとわさびなんか添えちゃったりしていただきます。うまー。こし油ともいこう。純菜がうまいわ。純菜とウニだけでこれ成り立っちゃいますね。こし油も合うわ。いや今日はこれ勉強になりましたね。なんなら今日作ったポン酢と純菜、この状況だけで相当美味しいですね。うまっ。純菜うまっ。サザエが家庭石みてえです。もうほんとそこら辺の小石をつまんでるのと一緒ですね。これサザエの角切りは皆さんやめましょうね。家庭すごく涼しげで美味しいお料理。そしたらこいつです。今日のメインです。やっぱでも味がちょっと分かっちゃったんでまあって感じなんですけど、最高の酢飯を作っておきました。酢飯、これにウニを合わせていくと。今日これ海苔も最高の海苔です。これが特上黒海苔初新海苔ですね。これがね出回らないやつ。これ12月から1月の間に一番最初に摘み取られる海苔みたいですね。これ一番最初に取れる海苔なんで出回らないですね。買いたくても買えない海苔、ちょっといただきましてご縁があって、僕ねこの黒海苔が好きでね、香りの高いやつね。もう僕これと醤油があればお酒飲めます。ずっと飲んでます。つまみこれでいいですもん。うわーうまっ。食感もすごいいいね。うわーこれは美味しい海苔だわ。そしたら酢飯を取ってここに乗せていくと。でここにつけてウニをもう贅沢にすくってここに乗せていくと。たっぷり乗せます。でこれを巻いてこうですね。こちらいただきます。あえて何もつけず海苔の塩味とウニの塩味だけでいただきます。でもやっぱりウニのクオリティが波ですね。海苔とシャリがめちゃくちゃ美味しいんだけどウニが足引っ張っているっていう状況。今日ウニがメインの動画なのに恐ろしいこと起きてます。なるほどね。その美味しいんですけど、やっぱりこのぐらいの値段のウニで僕もっと美味しいウニいっぱい知ってるんで、やっぱり映え重視だなって感じ。醤油ちょっとつけて、うまい。醤油で化けた。もうウニだけでいきたい。この海苔とウニ、これね贅沢な食べ方なんですけど最高っすよ。ウニと海苔こう巻いて、もうシャリとかいらないですよ。これでいくんですよ。で醤油つけてこれいただきます。うまっ。痛風になってもいいもんこれだったら。でもねこのウニすごく丁寧に処理されてるわ。だいたいねもう下の方こうやってガンガンすくって食べるとちょこっとだけ殻が当たることとか多いんですけど、これ全くないですね。ロシア産のバフンウニのいいところだけをより抜いたっていうやつらしいですね。はい、ということで今日はこちらのウニの船盛りできましたらお飲み物こちらやっていきたいと思います。せーのでん、ギノミやつ泡立てスタイルでいきましょう。高いところから落として、で今こんだけ泡があるじゃないですか。これが半分ぐらいになるまで待ちます。そうするとより強い泡だけがここに残ります。より強いというかこのクリーミーで分厚いやつが
そしたらその隅っこからスル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 と入れていきます。はい、完璧ですね。めっちゃくちゃ綺麗な、あかん、これ多分高いところとかやってるとこう全然映ってなかった。まあいいや、いろいろありきで綺麗にできました。七谷さん、いただきます。今日美味しいです。じゃもしかしたらこれかも。これ純菜をここに入れて、んでイカ、さっきのイカの上澄み、これを細かく、これのこうのウニを一しべのポン酢、自家製ポン酢をスッと注いで、これでしょ。これをいただきます。うめえ。やっぱり料理って何でもかんでも入れればいいっていうだけの話じゃないんですね。また一つ勉強になりました。それでゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は1つ10万円以上します謎のウニ、港区ウニというものを買って食べてみましたけども、僕ちょっと本当嘘言いたくないんですわ。嘘言いたくないからちょっと本音を言いますけど、ウニは普通でした。スーパーとかで売ってる冷凍のチリウニってやつ、あれよりは美味しいです。なんですけど、もう一個上のランクのロシアの普通の2000円3000円ぐらいの板のウニと品質はそこまで差はないのかなと思いましたね。これね、僕ウニの業者に関わったことないんで分かんないんですけど、一つの僕のこうじゃないかなっていう仮説がありまして、夏場のロシア産のウニはちょっと鮮度が悪いのが多いような気がします。それなんでかってね、僕布団の中でこう考えたんですよ。一つ僕の中で納得のいく答えが出たんで、酔っ払いのたわごとだと思って今からの話は聞いてください。でロシア産のウニって原材料はロシアで加工は北海道っていう商品がすげえ多いんですよ。ってことはロシアからたくさんのウニを殻付きでぐわーっと船で持ってきて、ほんでそれを北海道でこう剥いて、ああいう風に商品化するわけですよね。で夏場だとやっぱりこの船で運搬する最中にどんだけ冷蔵庫に入ってたとしてもちょっと暑いところに当たる機会が多いじゃないですか。冷蔵庫から出して運ぶ時とか、やっぱり気温の高いところで置いておく時間が数分数十分あるわけじゃないですか。そうなるとやっぱウニって傷むんですよね。ウニって水から揚げて、その揚げたままザルとかに入れて冷蔵庫に1日そのまま入れとくだけですごく傷むんですよ。傷んで黄色い食べる部分、可食部の部分に可食部じゃないこのぐにゃぐにゃっとした黒い部分の匂いみたいなものが移っちゃうんですよね。今日のウニは完璧にそれが移っちゃってました。食べたことないんですけど、アメフラシの味、磯とかで遊んでてアメフラシが紫色のお汁をビャーって出すじゃないですか。匂いの味が移ってました。分かる人は分かってくれると思うな。なんであれは映え商品ですね。映えに特化したそういう商品です。でもこういう商品もやっぱ世の中は需要があるんだなーって勉強になりましたね。本当に言ってくれた魚屋さんありがとうございます。でも贈り物とかであれもらったらインパクトすごいな。誕生日プレゼントだよとか言ってあれドンともらったら多分一生忘れられない誕生日プレゼントになりますね。そう考えると映えって大事ですねといろいろ考えさせられた商品でしたね。またこういう面白い商品がありましたら紹介していきたいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。